皆さんこんにちは、ルリコです。皆さん普段ツーリングの際はどのナビを使っていますか？今回はバイク専用ナビツーリングサポーター by ナビタイムのご紹介をしたいと思います。はい、というわけで今回はプロモーションを含みますということで、ツーリングサポーター by ナビタイムさんとのタイアップとなっておりまして、実際に私もナビを使用してみてとっても良かったので今回ご紹介させていただきます。普段ね、私は日本全国いろんなとこ走っていて、某無料ナビを使用しております。〇〇先生使ったことある方はねご存知かとは思うんですけども、過去私も何回も苦い経験をしております。というわけで今回ご紹介するナビはですね、バイク専用ナビです。最初にお伝えすると、このアプリはですねダウンロードは無料となっておりまして、ただアプリを使用していく中でこだわりポイントなどが増えてくるとアプリ内課金も必要になってきます。ですがこちらお金を払ってでもメリットを感じられるアプリだと思いますので、今回ご紹介させていただきます。はい、では実際にナビを開いてみましょう。はい、ナビはねこんな感じのナビ画面が開けるんですけども、でまずすごいポイントなんですけども、このルート作成画面ですね、ここです。排気量設定ができます。今回私は 550cc 以上にチェックをつけているんですけど、原付だったり 125cc までのバイク、 250cc までのバイクとかなり細かく設定ができます。この機能はですね 125cc 以下のバイクの方、とっても便利な機能です。日本には 125cc 以下のバイクが走行できない二輪車通行規制期間が全国に700カ所もあるそうです。それがね地元だったら通っちゃいけない場所っていうのはわかるんですけど、ちょっと遠方だったり知らない道だったりすると、何も知らないで普通のナビを使用していると知らず知らずのうちに案内されてしまってあわや通行してしまうなんて場面もね、過去私も 125cc のスクーター乗ってた時ありました。ですがこのツーリングサポーターではこのようにしっかりと項目分けができるので、かなり安心じゃないかなと思います。で、排気量の選択以外にもその他にも細かく設定項目があります。はい、これが設定画面になるんですけども、はい、こんな感じでねいろんな項目があるんですが、個人的に嬉しいポイントとしてはこのスマートインター利用とか ETC 利用っていうのもチェックができるんですけど、普段ね ETC 車両がついてるのであれば全くは問題ないんですけど、 ETC 車両じゃないと通行ができない高速の入り口があるんですね。普段自分が乗ってるバイクだったら ETC がついてるんですんなり通れるんですけど、私はちょっとお仕事上ですね ETC がついてない車両に乗ることも多くて、そうすると普通のナビを使ってしまうともうスマートインターありきで入ってしまうので、いつまで経っても高速に乗れないっていう悲しいことが起きるので、このスマートインター利用を使用するも使用しないも両方選べるのがすごく嬉しいです。あとはこれタンデム規制考慮とかね、これって東京だけなんですかね、一部タンデムができないところがあるんですよ。そんなの分かんないじゃないですか、初めて走る道なんて。そういう時に本当に助かりますよね、これね。あとはこの細道を回避してくれるこちらです。これは私ちょっと旅の時にすごいねあったら助かるなっていうポイントなんですけど、某無料ナビでもやったことがあるんですが、いきなりとんでもない細い道を通らされたりとか、ちょっと苔生えてるじゃないかいみたいな、でこれ戻るにも戻れないぐらい細い道、しかもこっち荷物満載なんだけどとか、そういう時に今はちょっと細い道は通りたくないよって時にこの細道の回避をチェック入れとくと広い道で案内してくれるっていう、こういうのは初心者の方にもありがたいですよね。さあ実際にナビタイムを使用してバイクに乗ってみています。カーナビアプリはナビタイム、今東京方面から横浜方面へ向かっています。というわけで東京の道 in 高速、ここは首都高って言っていいんでしょうか。私は東京の道が大の苦手でですね、ツーリングサポーターはもう特にこういう首都高でのね案内っていうものにすごく長けてるんじゃないかなと思います。わかりやすいんですよ。この先左からの合流があります。こんな感じで次どっちから合流してくるよって教えてくれたりとか、およそ1キロ先
浜崎橋ジャンクション、左方向、湾岸線、横浜方面です。左側2車線をお進みください。はい、次のジャンクションでどっち方向に曲がるので、こっちの車線を走ってた方がいいですよっていうことも教えてくれるし、何よりね、この絵が分かりやすい。これならこの土地名が分からなくても、左行けばいいんだなっていうのも分かるし、そして今度はね、右なので、よし、右に行って、およそ500メートル先、右方向です。右側2車線をお進みください。その先、5キロ以上道なりです。こっちが右車線だったね。もうこういう分岐が続くのが本当に苦手なんです。個人的に嬉しいのも、このサービスエリアとパーキングエリアの情報がこの高速道路上走っていくとあと何キロであるよっていう表示もしてくれるので、ちょっと休憩したいなって時に、この先パーキングあるからそこで休もうっていう、予定も立てやすいので、すごく助かります。景色の良いルートに入りました。はい、景色が良いですね。こんな感じでね、設定で景色のいいルートも表示するみたいなので、それを設定すると走ってて気持ちいいルートをね、表示してくれるんです。でこれ知ってる道ならまあねいいんですけど、初めて行く途中でもうどこに走っていいか分かんないっていう時に、この景色のいいルートっていうのがすごく役立って、こんな道あったんだとか、そういう新しい発見にもつながるので、この設定はね、ロングツーリングされる方にはとっても重宝すると思います。というわけでまたね、試してみたいことがあるので都内に戻りたいと思います。さあ、これでナビ見てもらうと分かる通りなんですけど、まずコンビニのマーク、このコンビニがですね、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなどそれぞれのコンビニのアイコンが表示されるので、一目でどこのコンビニか分かるっていうね、こだわりのある方にはたまらないそしてもう1点ですね、ガソリンスタンドですね。ガソリンスタンドのアイコンも出ているんですけど、金額が今179円と出ています。設定したガソリンの種類に応じて、金額も表示してくれます。使ってる感じ、全部のガソリンスタンドがこれに対応しているわけではないみたいなんですけど、1個の画面上でガソリンスタンドがもういっぱい出てきて、価格が今179円って出てるんですけど、また例えば180円とかがあったら、じゃあこっちのガソリンスタンドの方が安いからこっちに行こうとかもできちゃうので、わざわざ止まって調べたりとか行って確認してとか、そういうこともしなくていいので、1円でもね安い方が嬉しいじゃないですか。そういった時にとっても助かります。そして私が都内で試したかったこと、新橋銀座にある地下道への入り口です。私が行きたい方向に行こうとすると、通常のナビだと絶対に地下道に入るルートを案内されてしまいます。さて私はこの先右折だと思って右車線に入ってしまいました。ところがここで気づきます。やばい、ここが地下道入り口だ急いで左車線に入ってきました。危ない。その先およそ500メートルで斜め左方向です。危ない右方向です。危ないぜ。わかりましたか今このナビはちゃんと外してくれてましたね。怖い、これだから怖いんよ。試してみたかったことっていうのは、二輪車が通行できないトンネルが1個だけあるんですね。でそれをどんな感じでナビされるのかなと思って今試してたんですけど、ちゃんとトンネルじゃない方を案内されてましたが、私は危うく入るとこでした。危ない。絶対だったら今のトンネル通してたもん危ねえ。よかった。こういうのがあるからバイク専用アプリというものは大事なんですね。今回私はね 125cc 以上の設定になっているので、ここの地下道は通れているんですけど、50cc 以下のバイクだとここを通ったらね通行違反になってしまうので、50cc 以下に設定するとまた別のルートで案内してくれます。助かる。そしてもう一つ頼りになるのが、オフラインでも使用できるんです。これすごくないですか？これはねプレミアムプラスのコースのみとなってはいるんですけれども、走行中にね電波がなくなってルート案内をしてくれなくなってしまった時、私も知らない土地でツーリング先で電波がなくてどうしようってなった時もあるんですけど、なんとねこのツーリングサポーターは
事前にですねオフライン用にデータをダウンロードしておけばオフラインでもマップやナビが使用できちゃうんです。これすごい助かりますよね。はい、そしてもう1点おすすめなのがパソコン上でもじっくりツーリングルートを組める Web ツーリングサポーターとアプリの連携が取れることです。はい、こちらがですね実際に Web のツーリングサポーターのページになるんですけども、ちょっとね気合を入れたツーリングの場合ってこのスマホを使うよりはパソコンでルート考えるよって方も多いかと思うんですが、ちょっと今これ妄想でルートを作ってみたものです。スマホで見るよりも大きな画面で見れるので情報が入ってきやすいんですが、実際にこれ10個ぐらいね項目を入れたルートになります。今妄想ルートっていうものを保存してあるんですけども、パソコンで保存したルートをですねスマホのツーリングサポーターでこの保存ルートっていうものをタップするとこの妄想ルートっていうものが出てきます。これが先ほど私がですねパソコンで考えてみたツーリングルート、これがねこのままスマホのツーリングサポーターの方とも連動しているので、スマホの方に新たに入力しなくてもこのようにルートが共有することができます。事前にねみっちりツーリングのルート考えたいよって方はこの機能も役立つと思います。はい、というわけで最後にですね料金の説明です。こちらコースがプレミアムとプレミアムプラスがあります。今回私がご紹介したオフラインでの機能はプレミアムプラスコースのみなど機能によってコースが変わりますので、ご自分に必要なコースをチェックしてみてください。また月額と年額がありますが、私みたいにね年中バイクに乗っていろんなところにツーリング行くっていう方は年額の方がお得だと思いますが、ロングツーリングは長期休暇の時だけだよって方は月額の方でもいいのかなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ツーリングサポーター by ナビタイムは原付だったり 125cc の方の日常のナビとしても、そしてロングツーリングとしても使用できますし、もちろん私のような中型だったり大型バイクのユーザーさんにもかなり頼もしいアプリだと思います。私はね普段からナビが必須アイテムとなっております。だからこそ安心して使えるアプリでこれからもツーリングを楽しんでいきたいと思います。皆さんの参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just